皆様こんにちは、おともです。今回は関羽伝第5章、終盤戦突入。関浦・劉孫連合軍の前に曹操は敗れ、本拠地である京都へと退却した。その後劉備は慶州を足場として破蜀・益州を奪取。ここに天下は孫悟、曹操の義、劉備の蜀による並立の時代を迎えた。関羽は劉備と別行動をとり、慶州に駐留して義と呉に対する防備を固めていた。そこへ呉から曹操が慶州に軍を集結させているとの知らせが届く。劉備を煩わせまいと関羽は独断で繁昌へ急行する。父上、拙者らの独断で繁昌を攻めて良いものでしょうか。やむを得まい。事態は急を要するのだ。兄者の漢中攻めのためにもこの地の憂いは小さいうちに立たねば。そうか。繁昌に大軍が集まれば生徒の主軍を頼ることになる。それでは漢中の平定が、ひいては殿の天下が遠のくのか。迎え撃つだけが守りではない。先手を打たれたか。官兵よ、我らは竜となって慶州を取り巻く暗雲を打ち払うのだ。はい、父上。これだよ。はい。そんでこのステージといえば水系によるさっくり攻略、面倒な甲状腺なんて不要。ただその代わりに撃破数を稼ぎづらいと。そうそう。それでも撃破数はもう十分稼いであるから問題ない。水系で縄文突破後に敵増援が小出しに出てくるけど、今回はそれらが出てくる前に終わらせるルートで行きます。待ってると面倒いんで、この場合は全先行達成&敵軍団全滅しても、10分切りは愚か6分とかで終わる。程よく楽しんでちゃちゃっと終われます。快適。敵軍団の初期戦には東朝前総学進。これらが普通になるまで粘りましょう。それじゃあ始めよう。関羽伝第5章。繁昌の戦い。三国定律が成立し、劉備の背中を守るべく、関羽は慶州にとどまった。天下の要衝たるこの地を制し、打倒葬儀に王手をかけろ。鉄壁の宋人が籠城。攻めがたき敵を。しかし、水を用いてその守りを破る。まずは全軍、繁昌周辺の敵を掃討せよ。では始めていこう。まずは場外の敵に軍団を切り抜く。その心は、対軍団に手を切ると徐行が動き出すからですね。徐行は進軍開始とともにハイパー化して硬くなる。時間もかかるしめんどいんで、容赦させずに倒すが好き。まずは東証撃破、こいつは取り巻きの兵が多くてレンズ上げやすい。しかも半分は見にくいだせな。ガンやガンがあればさらにかも。続いて近くの機関も倒す。まあ道なりだからね。倒すなら副将連れてる学進の方がいいかも。まあいい、削りつつさらにレンズを上げていく。機関撃破、これで場外での下ごしらえは完了。城内に入っていこうか。いつものあれ。今回も綺麗に決めるぞ。そうそうこの角度ができたらガード移動。時間経過で敵兵が寄ってくる。絡まれる前にやるぞ。城壁角に密着。シャドウダイブ。よしよし、城内に侵入成功。今のように城壁 L 字部分に密着下馬することで、壁抜け可能。ただし下馬時の馬の角度がちょいシビアです。慣れるまで要練習。話を戻して主軍を奇襲。こいつは数形で死なないんでね。奇襲を絡めつつ主軍、徐行、女性と倒して回りましょう。主軍撃破、奇襲っていいね。いい文明。次助行戦だからレンズ上げつつちゃおう。
全部無限に到達。満を持して徐行の元へ急行。上皇め参上をつかまつったカム殿いざ互いの具を競わん。さあ序盤の山場、徐行との対決。と言っても完全怠慢です。時間経つと敵兵が寄ってくるけど、あと徐行奮起と出ましたが、別にハイパー化はしてません。さっきも言った通りハイパー化は新聞開始と作動。だから新聞開始させなければ、柔らかいまま戦える。カム殿にはまだかなわぬか。徐行撃破、怠慢だから楽ちんちん。コンパチではやはり叶わぬか。5スペシャルで徐行も固有モーション欲しかったね。話を戻して女性を奇襲。女性は反乱の混合衛兵と副将を連れてます。それらに絡まれる前に撃破推奨。女性撃破、鎧門よ。このまま繁盛した兵舎も落としてしまいます。開門後に味方がここに着くまで結構かかるんで、とか言ってたら東京が倒れた。これで推計条件が整った。攻略ルートが詰まらないように、急いで制圧せねば。伝書も欲しい。父上からの合図だ。やってくれ。まずい。奴ら包みを切りやがった。浸水。これで味方の城内への新聞路が開かれた。よしよし、こっちも急いで巨船空調を倒さねば。一連のプロックセリフラッシュが終わる前にそこを突破。鉄本陣に入らねばならんのだ。敵増援の到来条件がこれ。シラフで鉄本陣終点を踏むと1分後到来フラグが立ってしまう。それをプロックセリフ渋滞中に鉄本陣に入ることで、回避する必要があるわけです。そうそう。それさえ踏まなければ、増援到来フラグは推計発生から2分経過のみ。これなら鉄本陣での敵軍団一丁と味方の詰め所制圧待ちを、2分かけてゆっくり行える。というわけで北西詰め所制圧、伝書も2枚でうまうま。総陣が喋り終わる前に本陣に忍び込め。総陣のセリフ好き。この総陣はいいセリフ多いよね。オリジンズに総陣でなかったのが惜しい。総陣の本名は鉄石以降だから。オリジンズにではどんなアレンジをされるだろうか。また長物使ってほしいな。この激痛くごついやつなら最高。話を戻して最終戦前。現在開始4分36秒。特に問題ないし最終戦始めるか。まずは満潮から叩いていこう。家計打ってくるし、現像超人以外だと一番所属武将が多い。ボコボコ分裂される前に沈めてしまいたい。家計打たれたら死ぬな。よし満潮撃破。こっからはとにかく超人以外の武将を平らげちゃおう。超人だけにした上で超人をある程度追い詰めたら、味方の巨根制圧を待つ。制圧前に超人を倒すと戦闘失敗になっちゃうんで。単勝か交渉撃破。あと3人。バーン。この覚醒極み強攻撃。最強なんだよな。やっぱ火力とアーマーは定義。重鎮超人を倒し、これで残る敵将は超人のみ。まだ戦闘対象の拠点が制圧できてないんで、どう待ちたいそうか。撃破ついでの稼いでよ。反動射撃台が落ちたな。よしよし、あとは反動2年傾斜のみ。早く落としてくれな。制圧できたぞ。よし、それでフィニッシュ。超人撃破、これで攻略完了です。増援到来前にさっくりクリア。快適だぜ。繁盛は制した。皆よく戦ってくれた。これで慶州一帯はしばし安泰となろう。反雲長、意を貫き進むのみ。クリアタイムは5分34秒です。改めて早いな。増援省くだけでここまで変わるから面白いよね。
そして撃破数は335人。石壁までから一気に渋くなったのがわかるでしょうか。全体的に密度低いとはいえ、400もいかなかったか。落差がすごい。西寄り軍勢。あれは味方。何じゃ。雲長、よかった。無事であったか。ご心配をおかけした。兄者を煩わすまいと軍を起こし申したが。いや、私の杞憂だったようで何よりだ。だが雲長よ、一人で背負おうとするな。お前の兄弟がそれほど頼りにならぬわけではないぞ。雲長、あの日の誓い覚えているか。無論我ら三人生死を共にせんと。どのような苦境に身を閉じようと、その誓いは守り抜こう。では、関羽伝第5章はここまで。次でいよいよ最終回。最後までぶっちぎるぞ。ご視聴ありがとうございました。